母の日などに贈られる、カーネーションの花ですね。こちらを、紙で簡単に作れる作り方を、ご紹介していきます。今回使用する画用紙は100円均一などで売ってる色画用紙 B4 サイズになります。25センチと35センチのサイズになります。まずはこの画用紙を半分に折ります。半分に折ったら手前1枚だけをまた半分に折ります。折ったら開きます。開いたら今度はコンパスを使って円を描いていきます。円につきましては 5.5 センチ、半径を 5.5 センチに設定してください。次に先ほどの折り筋の部分、ここにコンパスの針を当てます。鉛筆の書くところを端の方をギリギリまで持っていき、この状態で円を描いてください。このように円を描きました。一つの画用紙であれば、この円のサイズをあと2つ描くことができます。次にこの重なっている状態で、円をハサミで切ってください。ハサミで切ると2枚の円が出来上がります。次にこの紙を半分に折って、そしてこの状態でまた半分に折ります。もう1枚も同じように折ってください。次に一度開いて、この半分に折っている状態で、この真ん中の折り筋をハサミで切ります。そうするとこのような形になります。次に下の角の部分を真ん中の折り筋に向けて折ります。下の部分をしっかりと折ります。折ったら開いて、先ほど折った線と、左のこちらの辺を合わせるように三角になるように折ります。このような感じで折りました。折ったらこれを裏返して、先ほど折ったこちらの折り筋、これを内側の方に向けて折ります。そうするとさっき折った部分が出てきます。折ったらまた裏返して、下の辺と左の辺を合わせるように、このようにして動かして、で右の辺を折ります。このような感じのものを作ります。これをですね、先ほどの残りの切ったものと、切っていないこちらですね、これを使って合計で4個作ってください。4つ作りました。向きはすべて同じ向きで作っています。次にこれをハサミで加工していきます。ハサミではこのような感じで切っていきます。角を、切り落とすような感じでいいと思います。まずは端の方を切って、で折ってる部分ですね、ここもハサミで、切って角をなくし、上の方を切ったら下の方を開いて、でこの角の部分を同じようにハサミで切ります。そして最後の部分もこの角のところを、ハサミで切ります。開くとこんな感じになります。あとは上の部分にハサミを入れていきまして、一定方向からハサミを入れたら裏返して、あとは切れ込みを入れた先端の部分を合わせるようにハサミを入れていけば上の部分がギザギザにできます。こんな感じですね。他の箇所も同じように片面まずハサミを入れていって、で裏返して、裏返したら同じ方向同じ角度でハサミを入れていけば、ギザギザに切ることができます。このようにして残りの2箇所も切ってください。残りの部分もハサミで切りました。でこれを畳むとこのような見た目になります。今回は説明用に鉛筆で下書きを書きましたが、工程が単純なので、下書きは書かなくても大丈夫です。これをですね、残りの3枚も同じように加工してください。他のものも同じように加工したら、今度はこちらの円を切り取った切れ端、こちらを使います。切れ端のこの折りたたんでいる折れ目の方、ここを適当な箇所、ハサミで、切ってください。こんな感じで切りました。次にこの画用紙の小さい三角を前にしつつ、別の紙を同じ向きでこのように重ねます。こんな感じで重ねました。これを残りの2枚も同じように重ねます。
4枚重ねたら、先端の部分は合わせるようにして、上の部分を扇のような形に広げていきます。このような感じで広げました。広げる角度はお好みの角度で大丈夫です。ちなみに、上の紙の部分が隣の紙に重なっている状態にしておいてください。これはですね、広がって隙間が見えてしまうことがあるんで、これ隙間がないような状態にしてください。ここまでできましたら、これを裏返して、で、この状態で一回机に置きます。先ほどの切れ端の一部を切ったものですね。これの幅の方を確認します。花びらの方にすっぽり隠れるサイズであれば、この紙にボンドを塗ります。ボンドを塗って、花びらの先端が集まっている状態なのを確認し、これを貼り付けます。で、表に返して、で、形が問題ないかを確認してください。もしも大きくずれている場合は、ボンドが貼り付く前に少しばかり動かしてみてください。もしもボンドが貼り付いてしまった場合は、この折れ目の部分をちょっと折る位置をずらして、で、見た目の調整をしてみてください。次に茎や葉っぱなどを作っていきます。茎の方を作りますが、茎の長さはお好みの長さで作ってください。画用紙の端の部分をハサミで切っていきます。このまままっすぐ切ってもいいのですが、少し自然になるように上の部分で軽く曲げつつ切っていきます。1箇所切ったら、7ミリか8ミリ程度の幅で、同じ角度で切っていってください。このような感じで細長い棒を切りました。次に下の部分、横幅がおおよそ4センチ、3センチか4センチぐらいで切れ込みを入れて、5、6センチほど切れ込みを入れたらこれを切り落とします。こちら切ったものを半分に折ります。次に折った部分、折れ目側からハサミを入れて、軽くこう描くようにハサミを入れていきます。あとはこのまままっすぐ切って、で、開きます。こちらの幅はおおよそ3センチぐらいになってます。お好みの幅で大丈夫です。ちなみにこれが花の、萼片になります。次は葉っぱの方を作っていきます。葉っぱは細長い、ものを作っていただければいいと思いますが、ガラスの破片のような感じの形でいいかなと思います。あとはこれをハサミで切ってください。ハサミで切りました。これをですね、合計で4枚か6枚作ってください。6枚ほど切りました。形は結構不揃いにしてます。あとは作ったものを貼っていきます。額辺の下のカーブをさせている部分から3センチほど残して上の部分にボンドを塗ります。ボンドを塗ったら先ほどの花びらの尖っている方、こちら裏側に貼り付けます。貼り付ける際はまっすぐになっていることを確認してください。これが横に曲がっていないかを確認しておいてください。次にこれを裏返して、額辺の真ん中のところから、ボンドを塗っていき、花の後ろの方ですね。ここまでボンドを塗ったら、茎の方を貼り付けます。はい、表に返すとこんな感じになります。茎の方も、額辺の真ん中の部分からずれていないかを確認しておいてください。あとは葉っぱの先端のところに、ボンドを塗って、で、貼り付けます。貼り付ける箇所はお好みの位置で大丈夫です。1枚貼り付けたらその反対側にももう1枚貼り付けます。あとは下の方にも同じように貼っていってください。下の方にも同じように貼り付けました。これで完成になります。いかがでしたでしょうか？今回はですね、壁面飾りの要素に使えるサイズということで大きなものを作りましたが、最初に作る輪っかの円の大きさを小さくすることによって小さいサイズの花も作れますので、手紙など色紙に貼り付けて使う際には小さく作っていただければと思います。それでは今回は紙で作る壁面飾り用のちょっと大きいサイズのカーネーションの作り方のご紹介でした。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と動画の高評価もお願いします。